キャンプ好きの皆さん、こんにちは。本動画では全国でも有名な人気サーフスポットの日向市金ヶ浜ビーチにも近く、道の駅や遊具広場、テニスコート、グランドゴルフ場を備えた複合レジャー施設、日向サンパーク内にある日向サンパークオートキャンプ場をご紹介します。キャンプ場の中から美しいミミツ海岸の遊歩道へアクセスでき、小さなお子様連れには嬉しい遊具のある公園からは見晴らしも最高です。私たちが利用した実際の体験をもとにできるだけ詳しく解説していきますので、よろしければ参考にしてください。本動画のお品書きは以下の通りです。各項目にチャプターを設定しているので、概要欄の目次から必要な箇所へ飛んでご覧いただくこともできます。また YouTube の字幕アイコンをクリックすると、日本語の他に英語や中国語、韓国語などの字幕を表示することができますので、必要な方はご利用ください。日向サンパークオートキャンプ場の魅力。日向サンパークオートキャンプ場は国道10号線沿いにある複合レジャー施設、日向サンパークの中にあります。日向サンパークの中には道の駅、テニスコート、グランドゴルフ場、ドッグラン、遊具広場があり、施設の中でも1日ゆっくり遊ぶことができます。遊具広場のブーゲンビリアの丘の大型遊具をはじめ、各種施設は2022年に全面リニューアルしています。小学生以下のお子様がいらっしゃる方には嬉しいですよね。ブーゲンビリアの丘からは日向灘、灯台などが見えて眺めも最高ですので、子供に付き添って遊ぶ大人にとっても嬉しい環境です。敷地内にあった温泉施設、お船での湯は残念ながら2020年に閉鎖となりました。キャンプ場は海のすぐ近くですが、海とキャンプ場の間には岸壁や樹林帯があり、キャンプ場内から海岸は見えません。その代わりにミミツ海岸遊歩道への出入り口がありますので、ちょっと歩けば美しい景色を楽しめます。ミミツ海岸遊歩道はサーフスポットとして知られる金ヶ浜からサンパーク公園までの海岸を結ぶ全長 3.2km の遊歩道であり、柱状節理や豪快に水しぶきが上がる迫力ある景観を眺めながらウォーキングを楽しめます。小さなお子様でも歩けますが、落ちたら大変ですので、しっかり手を握って歩きましょう。キャンプ場としては整備された区画のあるオートキャンプ場ですが、長年の営業で木々がしっかり育っており、それなりに自然の中にいる雰囲気を楽しめます。コンビニなども近くにあり、利便性も悪くないので、キャンプ初心者の方や手軽にファミリーキャンプを楽しみたい方にはおすすめのキャンプ場です。日向サンパークオートキャンプ場の施設、全体マップを見ながら各施設をご紹介します。キャンプ場のエントランスに到着すると、管理棟手前の駐車場、または管理棟正面の駐車場に車を止めて受付をします。管理棟での販売品は炭くらいです。レンタル品はいろいろありますので、後ほどご紹介します。管理棟の建物の右側には男女それぞれのトイレがあります。キャンプ場内にはここしかトイレがありません。トイレは洋式便座ですが、温水洗浄便座ではありません。分かりにくいですが、管理棟の建物の横に障害者用トイレもあります。いずれも古いトイレですが、清掃は行き届いています。管理棟の中にはシャワー室もあります。男女に分かれており、男女それぞれに複数のシャワーがあります。24時間使用可能で5分100円です。管理棟の横にはゴミ収集場があります。1袋300円で捨てることができます。分別することを前提にしているため、分別の種類によって袋を買う必要がありそうです。詳しくは管理人さんへお尋ねください。管理棟の前には自動販売機があります。オートサイトの区画は全部で27区画あります。予約時に区画の指定はできませんが、空いてる日であれば管理人さんへ事前にご希望を伝えてみたり、現地で相談することもできます。地面は芝生になっており、ペグは刺さりやすくよく整備されています。各サイトには電源が完備されています。正確に測量しているわけではなく、見た目のイメージですが、 A のエリアは背後に植木の垣根があり、隣との距離もないため狭く感じますが、 C のエリアは自然の樹林帯があってかなり広く感じます。 B の7、8、9のあたりも木々が程よく育っていて良い雰囲気ですが、少々傾斜が気になります。
そこまで広くないキャンプ場ですが、奥に行くほどトイレやシャワー室が遠くなります。キャンプ場の奥にはログハウスとコテージがあります。キャンプ場あるあるですが、コテージの利用者はキャンパーではないため、キャンプ場のルールが分かっていないことがあります。キャンプ場は夜9時以降は静かに過ごし、24時くらいまでには消灯するのが常識ですが、コテージに宿泊する人たちにはこのルールを知らない人が多く、かつグループでの宿泊が多いようです。私たちが宿泊した時も、深夜過ぎまで大きな音楽を鳴らしているコテージ宿泊客がいました。キャンプ場内には炊事塔が2塔あります。いずれもよく管理されている使いやすい炊事塔です。お湯は出ません。炊事塔の外には焚き火台などの大物用の洗い場もあります。また炊事塔にはキャンプ場内で使えるフリー Wi-Fi の案内もあります。すぐ近くに線路が走っていますが、電車の本数が少ないせいか、私はそれほど気になりませんでした。海の近くですが、キャンプ場は岸壁を挟んだ標高が高い位置にありますので、波の音が聞こえてきたりはしません。ファミリーキャンプのように大型のシェルターを張りたい場合は C のエリアまたは B がおすすめです。奥行きが広いため余裕を持ってテントを張ることができます。野良猫が出ますので、食料品やゴミの保管にはご注意ください。日向山パークオートキャンプ場の基本情報。キャンプサイトは宿泊の場合3850円、日帰りは1650円です。アーリーチェックインまたはレートチェックアウトの設定がないため、早めのチェックインや遅めのチェックアウトの場合は日帰りプランを予約する必要があります。キャンピングカーの料金設定は別にあるようですのでご注意ください。営業は通年営業で定休日はありません。チェックインは14時からチェックアウトは10時までです。今回私たちは確認をし忘れたのですが、コインランドリーもあるようです。支払いは現金のみで、カードや電子決済は使えません。販売品はほとんどなく、炭はあるようです。薪は販売しておらず、近くの道の駅日向にて販売しています。レンタル品はいろいろあるようです。ゴミは基本的に持ち帰りですが、ありがたいことに有料で回収してくれます。スマホの電波は問題なく、無料 Wi-Fi もあります。禁止事項は一般的な内容となっています。ミミツ海岸での遊泳は禁止されていますので、海水浴を楽しみたい方は近くの海水浴場まで移動してください。予約はキャンプ場検索予約サイトのナップで行えます。区画の指定はできませんのでご注意ください。ご希望がある場合はお電話で確認することをお勧めします。日向山パークオートキャンプ場へのアクセス、周辺環境。日向山パークは国道10号線沿いにありますので、通行が困難な道路は特にありません。高速道路のインターチェンジは津野インターチェンジと日向インターチェンジの中間地点に位置するため、南から来る方は津野インターチェンジで降り、北から来る方は日向インターチェンジで降りることになります。半径 5km 圏内に大型スーパーはありませんので、南から来る方は津野町の市街地、北から来る方は日向市の市街地でお買い物を済ませておくことをお勧めします。私たちは津野町の場合はスーパーセンタートライアル津野店、日向市の場合は丸一在工事店をよく利用します。品揃えが豊富でおすすめです。最寄りのコンビニまでは車で5分です。日向山パークオートキャンプ場周辺の観光情報。すでにご紹介しましたが、日向山パークオートキャンプ場は複合レジャー施設日向山パークの中にありますので、テニスコート、グランドゴルフ場、ドッグラン、遊具広場があり、施設の中でも一日ゆっくり遊ぶことができます。またキャンプ場内からアクセスできるミミツ海岸遊歩道はサーフスポットとして知られる金ヶ浜からサンパーク公園までの海岸を結ぶ全長 3.2km の遊歩道であり、柱状節理や豪快に水しぶきが上がる迫力ある景観を眺めながらウォーキングを楽しめます。近くには全国的にも有名なサーフスポットとして知られる金ヶ浜ビーチがあります。多くのサーファーがサーフィンを楽しんでいます。その玄関口のような存在がステアーズ・オブ・ザ・シーです。ステアーズ・オブ・ザ・シーは約半世紀続いた太平洋ドライブインを完全にリニューアルし、食事や買い物を楽しめるおしゃれなスポットとして2019年にオープンしました。
西日本初出店となるハワイアンバーガー店テディーズビガーバーガーは超おすすめです。キャンプの前後にぜひぜひお立ち寄りください。三光伝統的建造物群保存地区もすぐ近くにあります。江戸時代から明治時代に全盛を極め、日向と京阪神との経済文化交流の拠点であった三光の街並みは、虫かご窓や京格子をはじめ通り庭風の土間に代表されるように、京都や大阪の町屋づくりを取り入れたものとして注目され、上町、中町、新町の通りは今なお当時の面影を残しています。三光町は後に初代天皇神武天皇となる神山と言われ彦命が東へ向けてお船出したという伝承が残る日向神話の舞台であり、日本海軍発祥の地とされています。日向市の日向岬から見る美しい海岸もぜひ見てほしいポイントです。日向岬は日邦海岸国定公園の南端に位置するリアス式海岸で、柱状節理の荒々しい岩肌の馬ヶ瀬、願いが叶うクルスの海、干潮になると半島と陸続きになる黒田の家臣などの見どころがあります。この動画は個人の趣味で作成したものです。もし少しでもお役に立てば高評価をいただけるととても嬉しく思います。普段は家族の思い出を残すため、あるいは趣味で動画を撮影編集しています。自己満足の動画ばかりですが、もしよろしければコメントなどをいただけると嬉しいです。また機会があれば行ってよかったキャンプ場の紹介をしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。you